皆さんこんばんは、テレスドンです。ひまわりです。さあ今日は頭巾を塗りますよ。よろしくお願いします。お願いします。はい。ベースは塗り終わって、ちょっとレイヤー入ってるように見えるけど、レイヤー1段階目ですね。写真に写ってた通り、AK インタラクティブのウルトラマットバーニッシュで色を薄めて塗ってますよ。これで希釈すると、以前も言ったんだけども、薄めた色は、線を引いていくにつれて薄くなるイメージなんだけど、これで薄めるとなんか均一な半透明具合でそのまま線引けるみたいなイメージだと思うんだよな。グラデーションが作りやすいんで、この全く凹凸のない難しい面に気合でグラデーションを作ってみました。やりたくないね。そうだね、こういうところやりたくないね。慣れれば、いけるけどね。やれないことはないけど、なんかやりたくないなって。そうだね、何もないところに絵描いてるっていうわけじゃないけど、難しい。光、ライトの下にパーツ持ってって、どれくらい明るくすればいいかなって見ながらやったら塗りやすいかもしれないね。であとはこの肩の、これをなんて言うのかわかんないけど、マントみたいな、マフラーみたいなやつです。これも一緒です。頭巾って言ってるのにね。これは頭巾じゃないからな。ここはね、シワも多いし塗りやすいけど、後ろだからね、見られないっていう。あんまり見えないんだよな。残念だな。ここ楽しかったんだけどね。これ今回すごくいい色だなって思ったから、なんかいつかどっかで同じレシピを試したいなと思ってる。そう。でもね、この今使ってる色ね、乗らないよ。そう。何回も塗らないとね、発色しないよ。それ、やる覚悟あるなら、どうぞ。いい色だけどな。今後の予定としては、この頭巾の後の動画が、シャツかな。シャツとスカート、に続いていく予定です。はい。なんかね、今見えてるスカートあるけど、同じ色じゃないの？今やってるやつとこと。同じ色だね。けど、あえて動画として別にしたんだ。スカートは下からの緑色の光あるからね。あとね、そう。それは、効率を求めるなら、同じ色使ってるところは同時進行した方が、効率はいいんだけど、いや、そうもいかないんだよ。なんで言うんだろうね。ちっちゃいのだったらいいんだけど、大きいモデルだと、うまく言えないな。一旦ある程度のところまで持ってきたいんだよね。今塗ってる場所をね。これが頭巾やってスカートもやってってなると、なんかひたすら時間がかかるっちゃうからね。これ結構進んでるな。何回かライトの下に
この頭持ってって明るくなる部分を決めてるね。で、これ結構、なんていうんだろう。ガラッと暗くなるみたいな感じ。わかるかな。うん。この動画見ててさ、編集してて思ったのがさ、まあこの後にさ、この暗い方を塗ってくじゃない、ベースってさ、ベースの色ってなくなるよね。わかる？もうそれは人によるんじゃない？残る人もいるでしょう。まあ、なくなりがちだけどね。だよね。合ってるよ。まあ、合ってる。だから、いや、だから途中でグレージングしたりするんだよな。まあ、でも、ベースの色あってこその、その後の色だからね。でもあれだよね。カルビン・タウンさんはベースから塗ってなかったもんな。確かまだ、いきなり影になる色塗って、あとはハイライト入れていくだけってやってたから、案外ベースいらないのかっていう可能性も出てくるぞ、これ。に。いつも自分でも塗っててさ、あれなんかどんどんベースがどれだっけみたいな、なくなってくんだけどみたいな感じになるからさ、果たしてっていう。やってみれば、ベースなし。でもベース、一応、なんていうの、全体の雰囲気つかむって意味もない。ある程度色乗せて。これは暗いとこです。これは特に言うことはない。そうだね、ここは、ちょっとワープするか。ワープ。ただいま。さあ、これは、
明るいピンクに蛍光塗料を混ぜてます。なんででしたっけ？明るいピンクだけだと白っぽくなっちゃうんだよね。鮮やかさが欲しくて、蛍光塗料を混ぜるとちょっと明度は落ちるんだけど彩度は上がります。そしてこのようになんていうか、かなりのネオンな感じの色になる。このモデルに合ってるかなと思って。色によってさ、こう明るくしていくときに白っちゃけるよね。その時にはこういう傾向が役立つってことかい？おお、結構ね、役立つよ。1対1で混ぜればいいから。各色あるのを持ってる？なんだろうな。主要な色はあるって言えばいいの。だから。じゃあ今度、なんかどうしてもこのハイライトが白っちゃけるっていう風に悩みがあったら、テレスドに聞けば、蛍光色があるぞっつって言ってくれるってこと？そう。見繕ってくれる。いいだろう。便利だ。歩く教科書だね。まあ、蛍光塗料はそんなに種類ないから、場合によっては混ぜて近い色作らなきゃならないこともあるかもしれないな。まあ、それは聞いてくれ。あれ、紫だっけ？なんかすっげえ、なんか白っちゃけるやつあるよなと思って。それ紫だね、多分。スカートやってんじゃん。スカート始めたの？スカートっつってもビラビラの動画？そうかもしれないな。ビラビラ。紫は、なんだよな、紫を明るくしていくっていうんじゃなくて、それこそ紫で始まったら、今塗ってるみたいな色に展開してった方が見栄えがいいんだよな。蛍光単体だと、ものすごいノリ悪くて大変なんだけど、普通の塗料に混ぜちゃえば、そういうこともない。結構ね、蛍光塗料好きでね、見たら買っちゃうんだよね。なんか全メーカーの持ってんじゃないかって感じするんだけど、今んとここのファレフォのやつが一番癖ないなって感じするんだよな。ただこのファレフォのやつ、なんつうの、ちょっと、なんて言うんだろうな。出てこない。ちょっと年で物の名前が出てこない。あれみたい。そうそう。グレイズみたいな属性なんだよな。シタデルでいうとこの。要するに半透明の色みたいな感じ。あれ？クリアパーツにさ、私たまに使わせてもらってんのが蛍光塗料？いや、あれはね、あれはね、キャンディーインクっていうやつだね。キャンディー塗装って、ガンプラではよく聞くんだけどね。シルバーで下地作ってから、インクで色味つける。それキャンディー塗装って言うんだけど。そろそろこういう部分の塗り方も筆の動かし方とか変えてなんか質感つけていかなきゃダメだね。何言ってるか分かんない。
何言ってるか分かるけど、どういう感じになるのかなーって考えただけ。これは一番最大影かな。暗い赤にちょっと緑を混ぜてます。それで、暗い赤よりもさらに一段階くすませた色で影を描いてますね。これは結構昔からやってる。うん。黒だと、なんていうか、黒って感じになっちゃうんだよな。そこまでは行きたくない感じで。結構ハイライトの入り方があれだよね。2D チックだよな。こうやって見ると急になんか明るくなってるよね。うん。いや、なんかこの前言ったような、今ちょっと手元に物がなくて。うん。この辺もちょっと変化なしなので、ちょっと飛ぶか。はい、1分も経ってないけど、帰ってきました。さっき、最大ハイライトかなって言ったけど、また嘘っぱちだね。これが最大かな？いや、それも怪しくなってきたけど、これも同じく明るいピンクに蛍光塗料を混ぜてます。かなりピンポイントだな。一番明るくなるであろうところ。この辺のハイライトの入り方がいいですね。ちょっと油断するとね、この線がなんていうの長くなっちゃって、明るくする範囲ちょっと広くなっちゃったってならない？なるよね。うん。この頭頂部あんまり見えないんだよね。実際。残念だぜ。頭上に上がってっからね。うん。かなりお気に入りポイントなんだけどね。じゃあここでちょっとご報告として、2026年9月5日。はい。札幌ファクトリーで行われる北海道モデラーズエキシビジョンっていうのに展示しますんで、皆さん見に来てね。2日間開催で2日間います。前初めてね、北海道ホビーショーってユニでやってたやつね、出したんだけど、その時は、フリーマーケットもやってて、要するに販売分があって、結構卓がごちゃごちゃしてたんだけど、今回は展示のみなので、ユニの時よりも、物を絞って一個一個の作品を見やすくしようかなって考えてます。展示そのものが作品であるかのような展示の仕方を考えてます。ハードル上げたな。もう日数ないけど、なんかやってるようには見受けられないけど。脳内にはある。いや、大体のものはさ、
ユニで展示した時に、ある程度もう道具が揃ってから、あとは置く作品決めて、それに伴う、なんていうの、付属のものを用意するだけだから、そんなにかからんはずだ。この赤ずきんも持ってきます。しばらくこすると思うんで。その他にね、あと、赤ずきんの後に塗ったあれとあれと、今やってるあれも間に合うかな。そうだね、動画にしてない、まだなってないやつを先に見れちゃうかもね。でも X とか SNS に上がってるからね。でも最近のさ、特に Twitter だとさ、なんか全然そもそも流れてないよねっていう感じだよね。だから見たことない人の方が圧倒的に多いんじゃない？ここで色が変わりまして。それこそこれさっき言ったベースカラーなくなるんじゃないって言ってた話に近いけど、中間の色でちょっとこう全体的に白っぽくなっちゃったんで、グレージングして色味を加えてますね。グレージングはやっぱね、このチューブ系がいいね。やりやすいね。まだこの白くなりすぎちゃったとかハイライト入れすぎちゃったからって言ってグレージングは私まだやってないけど、いつかやってみたいところだね。そういえばやってないね。やったらなんだろう、こんなもんかって感じだけどな。恐怖感なくなるかなと思う。急に色変わってっていうのをさ、今のところまだ昔ほどそういうのなくなったけどさ。大体ね、いろんな本読んでてもね、なんつうの、色味なんか後で変更できるからどうでもいいですみたいなこと書いてある、結構。ということで終わるか。ということで、ファクトリーの展示はもう3週間ぐらいか。楽しみだね。ガレージキットを展示されている方は、ほぼいないと思うんで、注目だ。注目だ。ということで、こうなりました。かなりいいと思うんだけど、後ろで全然見れなくて残念だから、ファクトリー来た時は、まじまじと見てください。じゃあ、テレスノンでした。お付き合いありがとうございました。ひまわりでした。またねー。